英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習。今回は NHK ワールドニュースを使いながら、英語を学びながら、しっかりと今、世界で何が起きているのか、しっかりと情報力もアップしていきましょう。もう2年になりますけれども、ロシアがウクライナ侵攻を始めて戦争が始まりました。民主主義を守る戦いということで、今回はこのニュースを使いながら英語力と情報力アップしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画ご覧ください。まずは英語字幕ありでこの NHK ワールドニュースを見て、ニュースの概要、アウトライン理解していきましょう。次に、しっかりと私たちも英語を音読しながら NHK ニュースの上手な英語を参考にしてしっかりと英語を話す、それを、お手本にして話しながら単語表現、そしてニュースの詳細の意味捉えていきましょう。やはり日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力、話す練習をしないと伸びていきませんので、しっかりと声に出して話していきたいと思います。3番目は学習した後に今度は字幕なし、英語のリスニングだけで学習した単語表現、そしてニュースの内容、詳細聞き取れるのかどうか、字幕なしで英語のリスニングだけで聞き取れるかどうか挑戦していきましょう。4番目は、インプットした情報を自分の言葉、英語を話しながらしっかりとアウトプットできるのか、マイクロソフトの生成 AI を使ったチャットを使いながらスピーチ練習していきたいと思います。日本人が一番苦手と言われている自分の思いを英語で相手に伝えるスピーチ練習。どんな風にチャットを活用しながら練習しているのか、デモンストレーションをしますので、ぜひ参考にしてみてください。研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それでは、NHK ワールドニュースを使って世界で今何が起きているのか、英語を学びながら情報力アップしていきましょう。Let's get it started. それでは、この左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を使いながら見ていきたいと思います。原稿読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、原稿は無視して左側の英語、NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは行きましょう。Let's try to understand an outline of this NHK World News with English subtitles. Ukraine's president has urged officials at the Munich Security Conference to continue to provide his country with military support for its fight against Russia. Keeping Ukraine in the artificial deficit of weapons allows Putin to adapt to the current intensity of the war. The security conference is taking place in Germany. Volodymyr Zelensky held separate talks with other attendees on the sidelines of the event. He asked US Vice President Kamala Harris to work hard to have additional funding for Ukraine approved. Deliberations on an emergency spending bill have hit an impasse in the US Congress. That's because many Republicans oppose the package. NATO Secretary General Jens Stoltenberg also expressed concern about the delay in US aid. Every week we wait means that there will be more people killed on the front line in Ukraine. Russia's defense ministry says its Minister of Defense gave the president a report on Saturday. Sergei Shoigu told Vladimir Putin his troops have taken full control of Avdiivka. The city is located in the eastern part of Ukraine. Ukraine's defense ministry announced the country's troops are withdrawing from the city. Military Commander-in-Chief Alexander Syrsky posted a social media message. He said the move was made to protect the lives of servicemen, but he added there will be a return to Avdiivka. いかがだったでしょうか。字幕ありで見てみましたけども、ニュースのアウトライン、概要を捉えることできましたでしょうか。もうロシアがウクライナに侵攻して2年近くになりますけれども、膠着状態、ウクライナは、土地を奪われたままということで、そしてアメリカもねじれ国会になっています。ですので、ウクライナ支援の予算がなかなか通りにくいと、こういう事態になっている。世界はどうなっていくんだろうとめちゃくちゃ心配になりますけれども、次はですね、
今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながら、しっかりと声に私たちも英語を話しながら、スピーキング練習をしながらですね、日本人が苦手と言われている英語を話しから上げながら、単語表現、そしてニュースの詳細の意味、この最新ニュースを使いながらアップしていきましょう。視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は一緒に、ぜひ英語ですね、話すところを一緒に話していただいて、スピーキング練習をしながら、そして右側の日本語訳と照らし合わせて見ていきたいと思います。この部分ですね、色が変わっている部分、ウクライナ大統領、ミュンヘン安全保障会議に対し、出席して、ロシアとの戦いに対する軍事支援を継続するように求めた。人工的、人とかですね、兵器、が欠陥、足りないということは、ウクライナの人を留めておくことで、プーチン大統領が現在の戦争の激しさに適応できるようになるということで、支援がなければですね、ロシア、プーチン、もっともっとウクライナに攻め込んでくるということですね。これは、単純にウクライナとロシアの戦争ではなくて、民主主義が守れるのか、力で変更できないぞということを世界中に示すかどうかという戦いであると思います。それでは、ここですね、英語を音読しながら、しっかりとスピーキング力を上げつつですね、単語表現、難しいものがあれば見ていきましょう。では、ここ言いたいと思います。Ukraine's president has urged officials at the Munich Security Conference to continue to provide his country with military support for its fight against Russia, keeping Ukraine in the divisional deficit of weapons to allow Putin to adapt to the current intensity of the war. ですね。そんなに難しい単語ないですけれども、artificial というのは、人工的な人が作り出したっていう意味ですね。artificial 覚えておきましょう。deficit というのは欠陥っていう意味ですね。欠乏、足りていないこと、deficit ですね。チェックしていきましょう。deficit。赤字とか足りていないことですね。deficit。この Google 自動翻訳を使うと、しっかりと自分の発音がですね、通じるかどうかも確認することができます。この音声入力を入れて deficit ですね。deficit。赤字とか足りていないことですね。覚えておきましょう。deficit。intensity っていうのはその激しさですね。intensity。これもチェックしておきましょう。intensity。強度とか激しさということですね。intensity。ここに出して覚えておきましょう。intensity ですね。では次見ていきたいと思います。この部分。さあ、なんと、英語を学びながら世界中からどんなことが世界で起こっているのか、情報力もアップしていきましょう。今、安全保障会議、ドイツのミュンヘンで開催されていますということで、ウクライナの大統領ゼレンスキー氏、イベントの傍らですね、出席者と個別に会談をしたということで、やっぱりアメリカですよね。アメリカ、副大統領のカマラ・ハリスさんと面談し、承認されたウクライナの追加資金を努力するように、法案を通せるようにですね、努力するように求めた。で、やっぱり後ろ盾がないともう戦えないということで、アメリカもウクライナを支援していますけれども、この先、もしトランプさんが大統領になったらどうなるんだろうという懸念もめちゃくちゃあります。みんな考えてると思います。ではここ、音読しながらですね、スピーキング力、そして単語表現力見ていきましょう。上げていきましょう。The security conference is taking place in Germany. Volodymyr Zelensky held separate talks with other attendees on the sidelines of the event. He asked U.S. Vice President Kamala Harris to work harder than additional funding for Ukraine approved. 特に難しい単語はないんですけども、take place で開催されているということですね。take place を覚えておきましょう。take place。そしてですね、次は、on the sidelines of ですね。何々の傍らでという表現。on the sidelines of を覚えておきましょう。こうやって見ると、難しい単語はあんまり使われてないんですよね。ですから、やっぱり英語の
スピード、アクセント、発音、リズムになりながらですね、聞き取れるか。そして、やはりスピーキング練習、日本人やっていかないといけないと思います。では次、見ていきましょう。この部分ですね。一体どうなってるかというと、アメリカの議会、民主党と共和党でねじれ国会になっているので、ウクライナの緊急支援法案の審議が行き詰まってしまっているんですね。やっぱり日本もそうです。日本はそうじゃないですけど、ねじれ国会になると、上院、下院ですね。衆議院、参議院ありますけれども、なかなか法案が通らないという状態。共和党員の多くがこのウクライナ政策に反対しているため、NATO の事務総長のストレンスバーグさんもですね、米国に支援の遅れを懸念を表明したということで、トランプ大統領が、共和党の大統領候補になるんじゃないかということで、トランプ大統領もいつもですね、Make America Great Again、America First と言ってますので、アメリカが第一ですね。他国のことは関係ないみたいな感じですよね。やっぱりアメリカ国民、アメリカのために政策をやっていくんだということで、トランプ大統領がもしトラで大統領になると、このウクライナ支援ももうやめてしまうかもしれないと。そういう状態でこの法案が通らないということですね。ではここしっかりとですね、英語読みながらスピーキング力アップ、そして単語表現力アップ、情報力アップしていきましょう。Deliberations on emergency spending bill have hit an impasse in the U.S. Congress. That's because many Republicans oppose the package. NATO Secretary General Stoltenberg also expressed concern about the delay in the U.S. aid. さあでは単語表現を押さえておきましょう。Deliberations どういう意味でしょうか。 Deliberations on the emergency spending bill 緊急支援対策法案の行き詰まりですね。 Deliberations 審議ですね。 Deliberations この出して覚えておきましょう。なかなか難しい単語じゃないでしょうか。Deliberations英検1級に出てきますね。Deliberations 審議ですね。Deliberations on emergency spending bill 緊急ウクライナ支援法の審議というものが hit an impasse ですね。impasses in the US Congress アメリカの議会で impasses に合っている hit ですね。impasse 覚えておきましょう。check impasses emphasis になりましたけれども、しっかりと発音が通じないときはですね、コピペ使いますので、コピーを使いながら発音チェックしてみましょう。どういう意味なのかですね。Impasse行き詰まりですね。Impasse覚えておきましょう。これも英検1級に出てくる単語ですね。impasse 行き詰まり。アメリカ議会の行き詰まりということですね。審議が行き詰まっているということです。express concern というのは懸念を表明したということで、NATO のですね、総長ですね、NATO のトップ、ストレスバーグさんも express concern 懸念を表明している。アメリカの支援がなければ、ウクライナがロシアにこの民主主義を守る戦い勝てないということですね。それでは次見ていきましょう。毎週ですね、この審議が遅れてアメリカからの、支援がないということは、ウクライナの最前線で多くの、軍人がですね、殺されるということを意味するということです。ロシアの国防省、この土曜日に大統領に報告書を、提出して何と言ったかというとですね、ウクライナの、東部ですね、東側のアウディブカ完全に制覇した語ったということで、ロシアがですね、ウクライナを押しているという感じですね。それではここ音読をしながら内容を見ていきましょう。Every week we wait means that there will be more people killed on the front line in Ukraine.
Russia's defense ministry said this Ministry of Defense gave the president a report on Saturday. Sergei Shoigu told Vladimir Putin his troops are taking in full control of Avdiivka. The city is located in the eastern part of Ukraine. ですね。ここは難しい単語ないので、そのまま流していきたいと思います。では次見てみましょう。最後の部分ですね。ウクライナの国防省、ウクライナの軍が市内から撤退すると発表した、アレクサンダー最高司令官。真剣にソーシャルメディアにメッセージ。重くですね、ソーシャルメディアに投稿したということで、この措置は、ウクライナ軍の命を守るために行われた。ただ、アブディカ、ウクライナをまだ取り戻す。期間もあると付け加えたということですね。それではここ音読をしながら内容を見ていきましょう。視聴者の皆さんもですね、一緒に音読をして、日本人が一番苦手と言われているスピーキング力上げながらいきましょう。Ukraine Defense Minister announced the country's troops are withdrawing from the city. Military Commander-in-Chief Alexander seriously posted their social media message. He said the move was made to protect the lives of servicemen, but he added,There will be a return to Avdiivka. ここも難しい単語は特にないですけれども、ウクライナのですね、東側、東部のアブディブカというところが、ロシアに、完全に、コントロールされてしまった、取られてしまったということです。本当に2年間ですね、もうウクライナ、ロシアの戦争続いていますけれども、本当に力でですね、こういうことが領土を広げるということができるとなればですね、他の国も、それが正しいんだ。やっぱり軍事力を持つ強い国が、国際社会からいろいろ言われようが何しようが、実際はですね、領土を獲得したり、そういうことができるんだということを世界にメッセージとしてですね、広げてしまう可能性がある。ですので、これはウクライナとロシアの単純な戦争ではなくて、そういうことでは国際社会とは許されないよと。あなたは間違っているよということを発信する。そういう支援をしなければいけないけれども、アメリカ、ねじれ国会でなかなか法案が通らない。そしてトランプ大統領はですね、Make America Great Again と言ってますから、自国最優先。お金のかかる軍事サポートをやめるとも言い出さない。こういう状況になっているということですね。さあ、英語と日本語でしっかりとこの内容聞き取れた、理解できたと思いますので、次は3番目ですね。字幕なしでしっかりと、聞き取れるのか、2番目で学習した単語表現、そしてニュースの詳細の意味聞き取れるのかチェックしていきましょう。Let's try to understand every details of NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. それでは字幕なしで見てみましょう。Ukraine's president has urged officials at the Munich Security Conference to continue to provide his country with military support for its fight against Russia. Keeping Ukraine in the artificial deficit of weapons allows Putin to adapt to the current intensity of the war. The security conference is taking place in Germany. Volodymyr Zelensky held separate talks with other attendees on the sidelines of the event. He asked US Vice President Kamala Harris to work hard to have additional funding for Ukraine approved. Deliberations on an emergency spending bill have hit an impasse in the U.S. Congress. That's because many Republicans oppose the package. NATO Secretary General Jens Stoltenberg also expressed concern about the delay in U.S. aid. Every week we wait means that there will be more people killed on the front line in Ukraine. Russia's defense ministry says its Minister of Defense gave the president a report on Saturday. Sergei Shoigu told Vladimir Putin his troops have taken full control of Avdiivka. The city is located in the eastern part of Ukraine.
Ukraine's defense ministry announced the country's troops are withdrawing from the city. Military Commander-in-Chief Alexander Syrsky posted a social media message. He said the move was made to protect the lives of servicemen, but he added there will be a return to Avdiivka. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュース見てみましたけれども、しっかりと学習した単語表現、そして詳細な内容、英語のリスニングで理解できましたでしょうか。聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方はですね、動画前に戻って何度も聞いて、しっかりとリスニング力、英単語表現力、そしてですね、ニュースを使いながら、英語を学びながら情報力もアップしていきましょう。3番目まではですね、しっかりとこの NHK ワールドニュースを使いながら、一体何が世界で起こっているのか、どんな状況なのか、英語を学びながらインプットできたと思います。次4番目、日本人が一番苦手と言われている英語を話すからスピーチ力ですね。ニュースから得た情報をもとに自分の言葉、英語で相手に英語で伝えるその練習をマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャット、コーパイロットを使いながらやっていきたいと思います。これを使うとまるで人間と話しているように無料でいつでもどこでも好きな時にですね、たくさん英語を話す機会増やしていけると思います。日本に住んでいると島国日本、日常生活で英語を使うことほぼないと思います。使う必要もない。使わない英語上達しません。やっぱり島国なので、使わないと使う機会もないっていうことですね。そんな時にこのマイクロソフトのチャットコーパイロットを使うとまるで人間と話しているようにたくさん英語を話しながら楽しく無料でいつでも好きな時に好きな場所で英語を話す練習できますので、今からですね、どのように活用して練習しているのか、デモンストレーションしたいと思います。今画面に映ったこのマイクロソフト Bing のですね、コーパイロット。これを使って、練習していきたいと思います。2つ注意点があります。1つはですね、言語。日本語ではなくて、英語に設定しましょう。なぜかというと、英語で話しかけて、英語で返ってくるように、言語は日本語ではなくて英語。これがポイントの1つ目ですね。そして2つ目。このマイクのアイコンですね。Use Microphone というボタンを押して話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまいます。間ができると、このチャット、話が終わったのかなと思ってリスニングを切り上げてしまいますので、例えば、well とかですね、let me think about とか、I'm thinking about、声を出しながら、まだ喋ってるよというのをですね、音を出しながらスピーチすると最後までしっかりと聞き取ってくれると思います。注意するのはこの2つだけで、あとはですね、私の場合は最新のニュースのネタを元にですね、アウトプット、英語を話す練習をしています。ニュース興味ないという方はですね、スポーツとか趣味、食べ物、文化、何でもこの生成 AI を搭載しているコーパイロット、英語で返してくれますので、まるでどんな話題でも人間と話しているように英会話できますので、すごくいい英語のスピーキングパートナーになってくると思います。それでは、今からこのボタンを押して、どんな風に活用しながら英会話をしているのか、デモンストレーションしますので、参考にしてみてください。Let's practice to speak in English out loud. Let's try it. それでは、このボタンを押して、英会話を始めていきたいと思います。Hi Bing, good morning, how are you doing? I had a very good time last night and I'm still excited. So I'm Japanese, I've tried to improve my English speaking ability. I'd like to share latest news I got from NHK World News Japan. So is that okay? Are you ready for listen my speech in English about latest news?こんな感じで話しかけると、英語で返してくれます。Good morning. I'm glad to hear that you had a great time last night and are excited. It's wonderful that you're working on improving your English speaking skills. I'd be happy to listen to the latest news you have from NHK. Please go ahead and share. I'm all ears. Thank you very much for your reply. And first of all, I'd like to say
I appreciate that I was born in Japan, peaceful country, because the latest news I got is about Ukraine. Now, security conference is being held in Munich, Germany, and the President of Ukraine and the Vice President of the United States, Kamala Harris, met to discuss about U.S. support to Ukraine. This is not only just war between Ukraine and Russia. This is a war how we can protect democracy or not. If Ukraine would be defeated by Russia, that means democracy is collapsed, and other countries may think about that. If they have a force, military power, they can do whatever they want. So this is very dangerous. But unfortunately, according to NHK World News, eastern part of Ukraine, Berdivka, was controlled by Russia, and unfortunately, Ukrainian top commander admitted it. So I'm not sure what will happen in the future, but already almost 2 years has been passed since Russia invaded Ukraine. But the situation in Ukraine is very unfortunate. Russia, step by step, taking control of Ukraine's territory. That means Russia is taking a part of democracy by military force. Thank you for sharing this important news about the ongoing conflict between Ukraine and Russia. The situation is indeed concerning, and it highlights the delicate balance between preserving democracy and preventing further escalation. As you mentioned, the recent security conference in Munich, Germany, where the President of Ukraine and Vice President Kamala Harris discussed U.S. support for Ukraine, underscores the international community's attention to this crisis. The stakes are high not only for Ukraine but for the broader principles of democracy and sovereignty. The conflict in Ukraine is more than just a territorial dispute. It represents a struggle for democratic values and the right to self-determination. If Ukraine were to be defeated by Russia, it could have far-reaching implications. Other nations might interpret this as a signal that military force can be used to undermine democratic processes, which indeed poses a dangerous precedent. The unfortunate reality is that the eastern part of Ukraine, including Vladika, is currently under Russian control. Ukrainian top commanders have acknowledged this situation, and it highlights the ongoing challenges faced by Ukraine in defending its sovereignty and democratic institutions. As we reflect on the nearly 2 years since Russia's invasion of Ukraine, it's essential to recognize the human cost, the displacement of civilians, and the impact on regional stability. Russia's incremental territorial gains demonstrate the severity of the situation and the urgency of finding a peaceful resolution. The international community must continue to support Ukraine's sovereignty and democratic aspirations. Diplomatic efforts, economic sanctions, and humanitarian aid are crucial tools in countering aggression and ensuring that democracy prevails over military force. Let us hope for a peaceful resolution and a future where all nations can coexist in harmony, respecting each other's sovereignty and democratic rights. For more detailed and up-to-date information, you can refer to reliable news sources such as the BBC News and other reputable outlets. They provide comprehensive coverage of the ongoing conflict and its implications. Stay informed, and thank you for sharing your thoughts on this critical issue. Thank you very much for your feedback and valuable information, additional information related to this topic. I'm feeling about how we can protect democracy is very crucial, because now I think the world is polarized. Not only countries, but also one country itself is polarized. For example, when we look at United States, Republicans and Democratic, totally polarized, red or blue, right? And if Trump would be next US president, he is always saying America first, great America again. So
if Trump became US president, drastically the situation surrounding the world will be changed. Unfortunately or not unfortunate, I'm not sure. But if this kind of things, for example, by using military force and taking territory, China is looking at that. When we look at Japan, because I am Japanese, for example, northern part of Japanese territory is controlled by Russia, 4 islands, claiming by Japan, but Russia, I think, has no intention to start negotiation. And when we look at the southern part of Japan, Okinawa and surrounding areas, near there is a Taiwan, and China is expanding their control. They try to take control of southern part of, or how can I say, southern part of China Sea, not China Sea. But this kind of thing is going on. So democracy is very unstable situation right now, I guess. Hmm. こんな感じで話すと返してくれます。Thank you for sharing your thoughtful insights on the challenges facing democracy globally. Indeed, the world is grappling with complex issues, and safeguarding democratic principles is crucial. Let's explore some strategies and actions that can help protect democracy. Know the signs and red lines. Differentiating genuine political disagreement from authoritarian behaviors is essential. Recognize when actions undermine majority rule and consolidate power. Awareness is the first step in defending democracy. Engage locally. Democracy starts at the grassroots level. Active participation in local governance, community organizations, and civil society can strengthen democratic institutions. By engaging locally, we contribute to a healthier democracy. Find your voice and lead. Each of us has a role to play. Whether it's advocating for transparency, promoting dialogue, or standing up against authoritarian tendencies, finding our voice and leading by example matters. Embrace your niche. Democracy thrives when diverse voices contribute. Embrace your unique skills, interests, and expertise. Whether it's through art, journalism, education, or activism, every niche can make a difference. Remember democracy in the voting booth. Voting is a fundamental right. Participate in elections, stay informed about candidates, and support leaders who uphold democratic values. Our collective choices shape the future of democracy. Keep the faith. Despite challenges, maintain hope and faith in democratic ideals. Remember that democracy is a continuous process, and our commitment to its preservation matters. Additionally, experts and organizations offer strategies to protect democracy. Containment strategy. Inspired by the Cold War era, a domestic containment strategy involves vigilance and counterforce against authoritarian tendencies. Rather than converting opinions, focus on preventing the development of autocratic governance. Policy recommendations. Strengthen core democratic values, protect human rights, and defend institutions like the press and judiciary. Attacks on these institutions erode faith in democracy globally. Shape the democracy of tomorrow. Advocate for proportional representation, responsible political parties, and reforms that break the two-party cycle. Legalize fusion voting to enhance democratic processes. Promote participatory processes. Encourage inclusive political participation and greater accountability of leaders to citizens and the law. Uphold universally recognized human rights. Remember that democracy is a collective effort. By staying informed, engaging, and advocating for democratic principles, we contribute to a more stable and resilient world. All right, thank you very much for your deep thoughts and kind of analysis. I appreciate it, your opinion. Okay, democracy is very important, but some countries is not considered democracy. They will use military power and do whatever they want. So I was born in 1981, but this
time of year. These days, I am seeing the world is definitely changing. So I cannot predict what will happen in the future. But what I can do is improve English skills and get latest information as much as possible, not only in Japan but also around the world. So information knowledge is very critical and important for us to live happily. So I think that chatting with you in English Copilot developed by Microsoft is a great way to improve our speaking ability like this. So I'd like to spread this for everybody who would like to improve speaking ability. Because it's free wherever we are, we can practice like this. Thank you for sharing your perspective, and I appreciate your thoughtful words. It's commendable that you recognize the importance of democracy and the need to stay informed in an ever-changing world. Indeed, the global landscape is dynamic and events unfold rapidly. As individuals, we can contribute positively by continuously learning, engaging in meaningful conversations, and seeking knowledge. Here are a few thoughts. Lifelong learning. Your commitment to improving your English skills and staying informed is admirable. Lifelong learning enriches our understanding of the world and helps us adapt to new challenges. Information as empowerment. Information is indeed critical. In an interconnected world, access to accurate information empowers us to make informed decisions, engage in constructive dialogues, and advocate for positive change. Language practice and connection. Conversations like ours provide an excellent platform for language practice. Engaging with others, sharing ideas, and expressing thoughts in English contribute to personal growth and global understanding. Spreading the word. I wholeheartedly agree that sharing resources like this chat platform can benefit others. Encouraging language learners and providing them with opportunities to practice and express themselves is a wonderful initiative. Community building. By fostering a supportive community of language learners, we create a positive ripple effect. Whether it's speaking, writing, or understanding different perspectives, we contribute to a more connected world. Remember that every small effort counts. As you continue your journey of learning and sharing, you contribute to a brighter future, one where communication bridges gaps and understanding prevails. Keep spreading the positivity, and thank you for being part of this conversation. チャットと英会話してみましたけれども、このチャットを使うとですね、まるで人間と英会話をしているような感じで、たくさん英語を話す機会、無料でいつでも好きな時に、好きな場所でネットとスマートフォン、もしくはパソコンがあれば練習できますので、これを繰り返すことによって、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力、どんどん上がっていくと思います。もう一つですね、やはり英語を話そうと思ったら、日本語でもそうですけれども、自分の思いとかですね、考えがないとなかなか日本語でも言葉が出てきませんので、私の場合は最新のニュースをもとにですね、得た情報をアウトプットするという方法を使っていますけれども、自分の好きなこと、趣味であったり、スポーツであったり、料理であったり、文化であったり、そういうのも何でもですね、このチャット返してくれます。非常に英語、スピーキング練習をするパートナーとしてですね、使えると思いますので、すごくお勧めしたいと思いますので、いいなと思ったらやってみてください。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使って、もう2年になりますけれども、ロシアがウクライナにですね、侵攻をして、戦争を仕掛けて、今、ウクライナが押されていると、民主主義を守るための戦い、アメリカ、後ろ盾になっていますけれども、アメリカ議会がですね、ねじれ国会、民主党と共和党のねじれ国会になって、なかなか予算が通らない。このままではですね、ロシアの思うつぼだということで、どんどん、ロシアがウクライナに攻めてくるということですけれども、これは二国間の戦いではなくて、民主主義を守る戦いだと、初めから言われていました。もし、
こんな武力を使ってですね、好き放題やれるっていうことが世界に示されたならば、他の場所でもですね、例えば、台湾、例えば、尖閣諸島とかですね、日本も、北方領土とか尖閣諸島とか、他国がですね、自分の領土だと言っているところを、力で捉える可能性もあるんではないかなと私は思いました。皆さんはこのニュースを使いながら、どんな新しい単語表現と出会い、そしてどんな情報を得て、どんなことを思いましたでしょうか。研究家事チャンネル、引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画上げていきますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very important information from this NHK World News. If you think that my channel, AKEQ Kaji Channel, is good for you to improve your English skills and expand your information knowledge, please subscribe my channel, AKEQ Kaji Channel. Thank you for watching till the end. Have a good day. Goodbye.